この建物がなかったらば特にうちの娘なんか見て思うんだけども、この建物あの建物に逃げなかったら、あの建物の煙突の上に行かなかったら、もうこのうちの娘の寝顔とかね、一緒にお風呂に入れることもできないんだとかって思うと、本当にこの命の恩人だった、この建物があってよかった、だから壊したくないっていうのが第一の最初の理由ですよね。海から1キロ以上1.2 キロぐらい離れてるのかな、離れてるとこにこうやって実際に高さが分かるね、津波の到達地点が分かる建物が建ってるっていうのは、非常になんかこう目で 見えるその物言わぬ語り部みたいな感じで、役に立つんじゃないのかなっていうのはより思います。ここにはしごがあるっていうのをもう瞬間で思い出して体が勝手に動いたんで、すぐにこれを登ることができました。でちょうどこの辺まで登った時に海側を見たらば、その柵をですね津波が越えてきたんです。すごい勢いで波がバーッと来て、どんどん水位が上がっていったんで、もうあとはこれしかないから、もう自然にただこれ登って、でなおかつどんどん水位が上がっていったんで、足を取られたらばここで持ちこたえようと、ここに手かけて足をここに突っ張って、こういう感じで津波が来るのに耐えようとしてました。煙突の壁に波が当たってしぶきが自分にかかるぐらい、そこまでしか幸い津波の高さが到達しなかった。大体だからこの辺ぐらいまでですよ。もう夜が明けた頃はですね、もう周りも全部もう焼け野原みたいな感じ、うちみたいな鉄筋コンクリートの建物しか残ってませんでした。でうちの父親母親が避難したであろう市民会館はですね、もう屋根が抜け落ちてどっかに流されてしまって、もう建物の側しか残ってませんでした。もうただそれを多分自分は本当にこう半分ほうけた感じでもう見てましたね。で避難所生活は何やってたかっていうと、朝起きて配給もらって遺体安置所に行って、うちの両親と弟を探すって、それを毎日ずっと繰り返ししてました。でそのうちに3月の末にうちの父親と母親を見つけて、でうちの弟だけ見つからなかったんですけど、うちの弟は6月に見つけて、で自分は3人とも見つけることができた。ただ物があってその到達地点が分かって、昔の陸前高田の土地の高さが分かって、もうそれだけで俺はいいんじゃないのかなって思うんですね。自分と同じ思いをしてほしくないっていうことと、同じような状況に皆さんが直面した時に、皆さんの命を皆さんが自身で守って生き残ってほしいっていうのが一番強い気持ちですね。